ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、A グループプライド稲妻ロックフェス、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今回の動画でですね、A グループの楽曲の歌声分析動画は3本目ですね。1本目の方向、2本目の A ビギニング、そして今回がプライドということでですね、歌声分析をしました。その前にですね、A グループの分析動画も増えてきたので、このタイミングで再生リストという A グループの歌声分析動画をまとめたものを作りました。そちらの URL をですね、概要欄に貼っておくので、今回鶴さんの A グループの歌声分析動画初めて見たよっていう方で、他の動画も見てみたいっていうふうに思ってくださった方はですね、概要欄から再生リストへ飛んでぜひ見てみてください。そして今回プライド歌声分析したんですけど、いや限界が見えないですね。 A グループを知れば知るほど魅力的な部分に気づけますし、で今回はですね、メインボーカル末澤さんっていうことで、末澤さんの歌声をメインで分析していったわけですけれども、テクニック的にも声の出し方的にも音域的にも本当に幅が広いです。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 A グループプライド歌声分析 GO！うわ、かっこいいいや、笑っちゃうぐらいかっこいいですね。なんかワンオクロックとかマイファーストストーリーとか、なんかそういった雰囲気のする楽曲かなって思いました。めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。で、こっから歌い出しですよね。これね、毎回恒例だと思ってください。一回落ち着いてから歌声分析移りますんでね。いきますよ。激しいイントロから一気にね、優しい感じになりましたよね。そこにしっかりと歌声で対応する末澤さん、素晴らしいですね。で、末澤さんのここの歌声はどういった感じで出してるかっていうと、鼻の中のですね、鼻腔共鳴っていうところの響きをメインで使った歌声です。鼻は声の音色だったり高い声を出す時に使うポイントなんですけど、普段から鼻をメインで歌声を作ることによってハイトーンボイスも出してるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。で、声の雰囲気が全体的に優しいですよね。この声どうやって表現してるかっていうと、声を出す方向をですね、後ろに引くようなイメージで歌っているんですよね。声っていうのは前方向に向かって出すイメージで歌うと強い感じになって、後ろに引くようなイメージで歌うと柔らかい雰囲気が出ます。そういった部分を踏まえてもう一回聞いてみましょう。一つなくして一つ手にして、こういう感じの柔らかい感じですよね。今後ろに弾くイメージで歌ってみました。これを前にするとどうなるか。一つなくして一つ手にして、地声の輪郭がはっきりしたような強めな歌声になると思います。声を出す方向のイメージによってかなり歌声って変わってくるんですね。次いきますよ。で、今音域が下がったのに、その1個前の声質と変わらなかったですよね。実はこれあるテクニックを使っていまして、音域が変わっても先ほど言った声を出す方向のイメージを変えないで歌うと、音域が変わっても声質が変わらないっていう風な歌声になります。そもそも声っていうのは
音域が高くなると声質が細くなって、音域が低くなると声質が太くなるっていう性質があります。でもこれをそのまま歌声に使ってしまうと、音域によって声のキャラクターが全く別人になってしまうんですよね。それを避けるために末澤さんは音域が変わっても声を出す方向をですね、一定でキープして歌ってるんです。もう一回聞いてみましょう。今聞いたところでも高いところと低いところの音域かなりあったと思うんですけど、声質全く変わってないですよね。先ほど言ったように音域が変わっても声を出す方向をキープするっていうテクニックを使っている証拠なんですね。次いきますよ。いいね。リチャードさんが追っかけで入ってきましたね。そうか、今回のプライドは末澤さんとリチャードさんのツインボーカルっていう形なんですね。それで末澤さんはですね、この二回し目の A メロの部分でシャウトボイスっていうビリビリしたような声質を使っています。ここにですね、仮声帯っていうところがあって、ここを動かしながら声を出すとビリビリした感じになります。みたいな、こういう感じの声ですね。いいですね。やっぱ追っかけが入ってくると、スピード感が一気に増したような雰囲気が出てめちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。このっていうところがね、すごくかっこいいですね。ここもシャウトボイスですね。いやー、めちゃくちゃロックですね、歌い方が。次いきますよ。いいですね、リチャードさんの歌声。で、さらっと歌ってる感じに聞こえるんですけど、ところどころちっちゃい「つ」を入れて歌ってるんですよね。で、このちっちゃい「つ」って何なのかっていうと、音楽の表記的には休符になります。言葉と言葉の間に休符が入ることによって、休符の後の音がアクセントって言われる強い音に変わるんですよ。その結果、どうなるかっていうと、フレーズ全体に躍動感だったり、ものすごいかっこいい雰囲気が表現されます。その辺踏まえてもう一回聞いてみましょう。タタラタタラタみたいなニュアンス出てますよね。これは先ほど言ったやっぱり休符が入ってるからこの弾んだような感じ出てるんですね。超かっこいいですよね。次いきますよ。ここはリチャードさん一人で歌ってたと思ったら小島さんも一緒に歌ってるポイントだったんですね。っていうことはさっき言った休符の位置を揃えて歌ってるっていうことですよね。いや、このチームワーク素晴らしいですね。次いきますよ。いや、サビの入りめちゃくちゃかっこいいですね。そして高い、相変わらず。なな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 なこんな感じかな。で、高いところはですね、僕はもうミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声じゃないと出ないですね。末澤さんもここのポイントはミックスボイスを使って歌ってると思います。もう一回サビの頭から聞いていきますね。かっこいいね。このものすごく高いのにさらっと出してる感じがめちゃくちゃクールですよね。で、今回はですね、ミックスボイスにちょっと詳しく解説していきたいと思います。地声のように聞こえるんですけど、これ出してる感覚としてはもうほぼ裏声です。ララララ今最初のラの高いところだけミックスボイスで出しました。でもこれ裏声なんですよね。どうやって出してるかっていうと、すごく複雑な体の使い方になるんですけど、鼻の鼻腔共鳴の空間をいっぱい使うんですよね。声を鼻に通すというか。それプラス普通の裏声って息をふわっと出す感じで裏声の声を出すと思うんですけど、ミックスボイスの場合はふわっとじゃなくてズバーンみたいな感じで勢いよく息を出します。これが裏声とミックスボイスの違いかな。もう出してる本人としては本当になんか裏声っていう感じなので、
喉の負担もめちゃくちゃ少ないですし、裏声の最高音まで地声のような質感の声で表現することができるので、すごくこう言っちゃなんですけど使い勝手がいい声というか、ただこれ習得するのがめちゃくちゃ難しい声です。末澤さんもすごい練習したんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。僕はね、めちゃくちゃ苦労しちゃったタイプなので、いやー、あの若さでこの歌声はすごすぎますね。次いきますよ。かっこいい。この曲の流れがですね、僕ドンピシャで好きですね。で、サウンド的には今回のこのプライド違うんですけど、この曲の雰囲気の進行、音楽の専門用語ではコード進行って言うんですけど、このコード進行にはいくつかのパターンっていうものもあって、それを元に曲って作られていくんですけど、今回のプライドのこのコード進行はですね、ヘビーメタルとかでよく出てくるような進行なんですよね。で、ヘビーメタルってクラシックを元に作曲されることがすごく多いので、ものすごくこうね、サウンドは激しいんですけど、メロディー単体で聞くと、すごく切ない雰囲気が出てるんですよ。僕10代の頃はね、ヘビーメタルばっかり聞いてましたから、だからね、本当にドンピシャで好きです。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。いやー、たまらないですね。で、ヘビーメタルの共通している部分っていうのは、ボーカルがめちゃくちゃハイトーンボイスなんですよ。だからこの曲の雰囲気と末澤さんのこのハイトーンボイスがめちゃくちゃ合いますよね。次いきますよ。さらに上がるんだ。やばいですね。しかも一番最高音でシャウトボイスを使ってるんですよ。これどうやって声出してるんだろうなっていうふうに思います。ボイストレーナーとしてね、一番言っちゃいけない発言なんですけど、それだけ異次元の歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。で、オクターブ下にはリチャードさんがしっかりとね、低音部分の音域を歌声で支えてますよね。オクターブっていうのはドレミファソラシドの下のドと上のドのこの音関係をオクターブって言います。これ1個分で1オクターブ、2個分で2オクターブ。こういう風な数え方をします。で、このオクターブ関係で同じメロディーをこういう風に歌うフレーズが出てくるときってどういう風な雰囲気が出てくるかっていうと、メインの歌声がですね、すごく透き通ったような質感が出てきます。激しさの中にきらびやかさがあるような雰囲気というかね、素晴らしいですよね。次いきますよ。かっこいいじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。いやー、A グループのファンの皆さんがプライドをリクエストしていただく理由がですね、すごくわかりました。これ一発で A グループ大好きになっちゃうぐらいかっこいいですよね。いや、最高ですね。次いきますよ。ナイスロングトーン。かっこいい。で、正門さん、小島さん、佐野さん、今回は楽器を担当していますけど、もう演奏してる姿がもう一流のミュージシャン並みにかっこいいですよね。楽器もめちゃくちゃうまいしね。いや、もうオールラウンダーグループですね。A グループは。次いきますよ。おい！来た来た、リチャードさんのラップ。前回の A ビギニングでリチャードさんのラップね、初めて聞きましたけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回歌い出しから流してみますね。タカタタンタカタタンみたいなリズムも入ってましたよね。超かっこいい。今のこうタタタタンっていうところのリズムは専門用語で3連符っていうリズムです。1、2、3。このカウントの中に均等に3つずつ音が入っていくリズムです。タカタ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 みたいな。ラップってこういう3連符のリズムがよく出てきて、こう疾走感がある感じで進んでいって、途中で3連符が入ることによって、こうグッとブレーキが効いたようなニュアンスが出るんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。
不安抱えてのところが3連符ですよね。で、その後にもう1個3連符が来て、通常のリズムパターンに戻るみたいな感じのラップでした。で、リチャードさん、ここでは、口の中のですね、口腔共鳴っていう部分の響きをメインで使った歌声かなっていうふうに思います。言葉の輪郭をクリアにしたり、あとは声量コントロール、そういった役割を持ったポイントです。口腔共鳴を中心に声作りをすると、普段の話し声の雰囲気にどんどん近づいていく傾向があります。次いきますよ。ものすごく言葉数を増やしたような感じのポイントですよね。一気に疾走感が生まれて、で、後半ではリチャードさんもここはシャウトボイス使ってましたよね。めちゃくちゃかっこいいラップ。もう一回聞いてみましょう。いいね。やっぱこう、盛り上げ方がものすごくうまいですよね。こう徐々に力強い雰囲気に持っていって、この次は何が来るんだろうっていうワクワク感を持たせてくれるっていうかね。この徐々に盛り上げていくことを音楽ではクレッシェンドって言います。いや、最高ですね。次いきますよ。ここは正門さん、小島さん、佐野さんのバックコーラスとメインで歌っている末澤さんとリチャードさんのデュエット。これが交互に来るんですね。そして楽曲の雰囲気は少しだけこうパワー感を抑えたようなゆったりと聴けるポイントですね。いや、この楽曲全体のパワー感のアップダウンが激しくてものすごく聴き応えがありますね。超かっこいい。次いきますよ。ここでオクターブになるんですね。いや、このボーカルアレンジ素晴らしいですね。そして展開が早くて、どんどん引き込まれていきますよ。最初、末澤さんとリチャードさんが同じメロディーを一緒に歌っていたので、その後も一緒に歌うのかなと思ったら、今度はこのまたね、オクターブ関係になって、いい意味でびっくりしましたし、いや、素晴らしいですね。次いきますよ。やばい、かっこよすぎて鳥肌やばいですよ、僕今。いやー、この動画越しですけどものすごい勢いを感じます。これ生で見たら A グループのパワー感に圧倒されるんじゃないかなっていうのが動画越しで伝わってきます。これってものすごいことですよね。いやー、 A グループ知れてよかったです。もう一回サビの入りから聞いてみましょう。めちゃくちゃかっこよかった。サビの入りで一瞬ブレイクがあるんですよね。ブレイクって楽器隊が全員音を止める瞬間をブレイクって言うんですよ。で、末澤さんの声だけになってサビの頭からドカーンっていう風にね、爆発したかのようなこうサウンドがやってくる。最高にかっこいい入りですよね。次いきますよ。話はしない。こんな感じの出し方ですよね。もう本当に鼻だけっていう感じです。末澤さんのこのハイトーンは。もうピンポイントを狙って、針の穴を糸で通すような、そのぐらいの繊細な声の使い方なんですよね。で、声を出すイメージとしてはどういう風に出してるかっていうと、眉間の間にですね、先ほど言った針の穴じゃないですけど、ちっちゃい穴が開いてて、そこに声をピンとこう一本の糸で通すような、そういった声の出し方なんですよ。めちゃくちゃ難しい歌声ですよ。もう一回聞いてみましょう。いいね。すごくいいですね。で、ここのサビもね、リチャードさんがオクターブ下でしっかりと支えていて。で、リチャードさんのこの歌声はどんな声を使ってるかっていうと、肺の中の空間、胸腔共鳴。この響きがメインの歌声です。で、胸腔共鳴っていうのはどんな響きなのかっていうと、声の太さだったり、歌声の音の厚さ、こういったものを作り出すポイントです。で、低音域っていうのは、楽曲の中では土台となる部分なんですよね。
だから低音部分が安定しているバンドだったり歌声ほど曲を聴いてホッとするような雰囲気が出てきます。縁の下の力持ち的なね、そこを担っているリチャードさんの歌声素晴らしいですね。次いきますよ。うわ今一瞬見えたファンの方々のライトスティックがめちゃくちゃ綺麗でしたね。A グループの歌声分析、最初に方向を公開したんですけど、その時にも思いました。A グループとファンの皆さんの一体感が素晴らしいなって。今の一瞬見えた映像からも一体感を感じましたね。なんかそういう姿を見ると嬉しくなっちゃいます。次いきますよ。いいね。最高音が来てからのぐんとまた音域が下がるんですよね。今聞いたところは。で、この音幅があればあるほど歌った時の音程ってものすごく取りづらくなるんですよね。でもめちゃくちゃ正確に末澤さんは音を取って歌っていたんですけど、ライブでこれができるってものすごいことですよ。ライブなんて音程がずれるのが当たり前ぐらいに思った方がいいぐらい、ただでさえ音を取るのが難しい環境にもかかわらずですよ。この音感素晴らしいですね。もう一回最高音から音が下がったところの音程、ここ注目してもう一回聞いてみましょうか。ほら、やばくないですか？タララタ。今高いところをオクターブ下で歌ってこのぐらいの音域ですよ。これが末澤さんが実際に歌っている音域をそのままやったらね、1オクターブ以上音幅があるんですよね。1オクターブだったらドレミファソラシドドド、これだけでも難しいです。さらに音幅が広いのをライブでやってるんですよ。ここはね、本当にすごい。よく聞かないと気づけないすごいテクニックいっぱい使ってますね。いや、感動します。次行きますよ。こっから正門さんのギターソロか。僕ギターソロ大好きなんで、ギターソロの入りから聴いていきますね。かっこいいね。あれ、今回リチャードさんがベースを弾いていないっていうことは、ベースの方はサポートの方ってことですかね。多分そういうことですよね。この辺ね、詳しい方、ぜひコメントで教えてください。いやー、ギターソロかっこいいですね。僕も実はギターを弾いていたんですよね。中学校2年生からずっと弾いていたんで、それなりには弾けるんですけど、個人で楽しむ程度のレベルでしかやってないので、本当にそれなりっていうぐらいですね。だからギターの知識はあるんですけど、突っ込んだ話ってなると、ついていけないっていう感じですね。でも聞くのはね、ものすごい好きなので。A グループの音楽スタイル僕ね、めちゃくちゃ大好きです。バンド大好きなので。次いきますよ。いいね。ギターソロがたっぷりですね。でもここで末澤さんがね、ファンの皆さんにこう、煽りを入れているので、ファンの皆さんと A グループの皆さんがこうね、一体になって楽しめるポイントなのかな。次いきますよ。いいね。かっこいいね。憧れてました。僕もこうギターを持ち上げてこうね、弾くスタイル。超かっこいいですよね。でもギターってこうやって持って弾くってすごく難しいんですよね。練習はしたんですけど、弾けない。次いきますよ。やばくないやばくないですか？この音域をこんなにふわっといけるんですね。いや、高い声って、いくらミックスボイスとはいえ、やっぱりこう声にパワー感がどうしても乗っちゃうものだと思うんですけど、ある程度は。でも末澤さんここ、耳元で囁いてるぐらいの静かな雰囲気を出してますよね。これやばいですね。僕をそっと抱きしめた。ほら、僕がやるとやっぱりパワー感出ちゃうんですよ。いやー、この声のコントロールはすごいですね。次いきますよ。
や、ちょっと盛り上がったじゃないですか。あ、次また激しいサビが来るのかなって思わせておいて、また静かにスッとこうフレーズを締めるこの流れ。いいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。僕っていたいみたいな最後を裏声にすることによって次また静かな感じになるのかなって雰囲気になってますよね。このフェイント的な歌い方いいな。次いきますよ。あ、てか裏声めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。この裏声どうやって出してるかっていうと、ヘッドボイスって言って鼻の鼻腔共鳴を経由して響きを頭まで持っていくんですよね。で、これあくまでイメージ的な問題なんですけど、鼻を貫通して頭まで声が上っていってるようなイメージで出すって感じかな。ラーラーラーみたいな。今がヘッドボイスを使った声なんですけど、もう一回聞いてみましょうか。ほら。ものすごくこう綺麗な感じが出てますよね。ヘッドボイスを使うと歌声のきらびやかさがですね、一気に増えたような歌声になります。次いきますよ。うわやばくないですか？このハイトーンでロングトーンでしょ。で、今途中で止めちゃいましたけど、まだまだ声伸ばしてそうですよね。続きいきます。わーい。あ、いい。サビのメロディーを歌ってリチャードさんがラップで追っかけ、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。最後の大サビはかっこいいの詰め合わせって感じですよね。超かっこいい。もう一回サビ頭からね聞いてみましょう。超かっこいいですね。これはね、反則ですね。かっこよすぎますもん。で、末澤さんの美しいハイトーンに対して、リチャードさんがシャウトボイスを使ったラップでかっこいいゴリゴリした感じを表現してるんですよね。この美しさと激しさっていうこの組み合わせがですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。ほらほらほら、ラン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 みたいな感じでシャウトボイス使ってますよね、リチャードさん。いやー、いいですね。次いきますよ。うわい、おいおい何今の一瞬入ったハイトーンは。これは僕出ないな。そういう風にもう思ってしまうぐらい高い声。もうここまでいくとホイッスルボイスっていう声に該当するんじゃないかなっていうふうに思います。ホイッスルボイスってどういう声かっていうと、もう本当にその名前のごとく笛で吹いたかのような高い声のことを言うんですけど、この声を使った有名なボーカリストっていうと、海外のボーカリストなんですけど、アリアナ・グランデさんとか、あとはマライア・キャリーさんとか、あとは個人的にはミセスグリーンアップルの大森さんとかは、男性でもホイッスルボイスの音域を出せるんじゃないかなっていうふうに思ってます。いやー、末澤さんやばいですね。もう一回聞きますね。来るよ。やばいね。これはやばいですね。いや、ほんとどうやって出してんだろう。教えてほしいぐらいです。次いきますよ。このやっぱりね、末澤さんがロングトーンで歌っている裏で、リチャードさんのね、このかっこいいラップ、このやっぱ絡み最高にかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。いや、最後の最後までかっこいいんですね。いや、たまらないです。次いきますよ。なるほどね。こういう感じになっていくんだ。最後まで歌声で畳みかけていくっていう感じ。いいですね。次いきますよ。うわ。あ、ここでね。なるほど。最後はハーフテンポになるんだ。ハ
ハーフテンポっていうのは今まで来たテンポが半分のテンポになったっていうことですね。タン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 のリズムだったのがタンタンタンっていう風に半分のスピードになるっていう、このねずっしりとした感じのリズム感がたまんないポイントですよね。次いきますよ。うわかっこいい。最後の煽りまでかっこいい。せっかくなんでね最後まで見ていきますよ。あ、ここでなんか止めちゃった。ごめんなさい。今佐野さんのねドラムのダラタタ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 って多分こうゆっくりになってダラドンベーンで終わると思うんですよね。いきますよ。まだあるかな。いきますよ。あ、ここでね終わりか。いや最高ですね。以上 A グループプライド歌声分析はここで終了です。いやめちゃくちゃかっこよかったです。もう僕の音楽の好み的にドンピシャでしたね。僕最初に言ったワンオクロックとかマイファーストストーリーとかそういう激しいロック大好きなんですよね。だから今回の A グループのプライドはどっちかっていうとそういう風な楽曲なのかなっていう風に個人的には感じていて、でも歌ってる音域的にはさらに上の音域を歌ってましたよね、末澤さん。そしてリチャードさんのラップもめちゃくちゃかっこよかったし、正門さん、小島さん、佐野さんの演奏もね素晴らしかったです。 A グループの魅力には限界が見えないですね。もっとねいろいろ知っていきたいと思いますので、皆さん今後ともぜひよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。